皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アルツハイマー病の治療薬についてです。アルツハイマー病といえば、年を取ってから物事を一気に忘れてしまい、日常生活にも困難をきたし、また家族の人の顔を忘れてしまったり、自分の子供に向かって、はじめましてというような症状が出てしまう病気として知られています。いわゆる生活を極端に変えてしまうような病気なわけですが、その治療薬というのは2011年を最後にここ最近は新しい薬が出ていませんでした。そのような状況の中にあってアルツハイマー病の新しい薬が生まれようとしています。今回日本のエーザイとアメリカのメーカーが作った薬が早期のアルツハイマー病の症状を緩和するのではないかということが期待されて新薬の承認に向けて動き出しています。その記事をお聞きください。日本経済新聞よりアメリカバイオジェンとエーザイ、アルツハイマー薬承認申請へ。アメリカ製薬のバイオジェンとエーザイは22日、共同開発しているアルツハイマー病の新薬について、2020年にアメリカで承認を申請すると発表した。早期アルツハイマー病患者を対象とした治験で、認知や日常生活に関わる機能で症状悪化を遅らせる効果が認められたという。承認が実現して商品化されれば、大きな需要が見込める。承認申請を目指す新薬、アデュカヌマブは脳内のタンパク質、アミロイド β を標的とする。3月に十分な効果が認められないとして治験を中止したが、結果を再分析したところ、高用量を投与した一部の患者に効果が確認できた。重篤な副作用も認められなかった。これを受けてアメリカ食品医薬品局と相談し、承認申請の手続きを進める方針を固めたという。ヨーロッパや日本など他の地域でも承認申請を予定している。バイオジェンのミシェル・ボナッソス最高経営責任者は、早期アルツハイマー病の症状悪化を抑制する最初の治療薬を患者に届けられることを期待しているとコメントした。発表を受けて22日、アメリカ株式市場でバイオジェンの株価は急騰。前日終値比の上昇幅は一時4割に達した。アルツハイマー病を中心とした認知症は高齢化などにより世界的に患者数が急増している。潜在的需要の大きさから製薬各社が新薬開発を競うが治験失敗による開発中止や撤退も相次いでいる。過去2年でアメリカメルクやイーライリリー、スイスロシュなどが開発中のアルツハイマー治療薬の治験を中止していた。こちらはエーザイの株価のチャートです。今年の頭においては8000円から9000円台という株価をつけていたわけですが、春先にこの株価は急落、一気に8000円台から6000円台まで落ちました。この急落において問題になっているのが、この新薬の開発に失敗したのではないかというニュースからでした。それ以後、エーザイの株価は6000円台からそして5000円台へとずるずると横ばいの状態が続いていました。しかし、この報道を受けて、10月の21日の終値5534円から一気にプラス1000円ストップ高買い気配の6534円を記録しています。そして今回共同開発に名前が挙がっているバイオジェンアイディック社の株価のチャートです。こちらも同じく年初における300ドルから350ドル台の半ばの株価だったものが同じようにして急落するということがあって、同じようにして横ばいということが続いていました。しかし今回の報道を受けて一気に急騰しています。なおアメリカの株式市場においては値幅制限といったものが日本のようにはないために一気に急騰しています。10月21日223ドルだったものが翌日の10月22日には281ドルまで急騰しています。なおこの日の高値は318ドルでした。今回エーザイとバイオジェンのチャートをご紹介したわけですが、このような金融商品につながるものを紹介する場合、必ず言っておかなければならないことがあります。それは金融商品の取り扱いについては必ず自分の判断で自己責任を置いて行ってください。例えば、あの動画で私がこのことについて取り上げていたから買ったんだ、もしくは売ったんだという人がいて、そのために得をした損をしたといった判断を人に任せるのは決してしてはいけません。金融商品は必ず自分がどう思うか、どう考えるかというのが非常に重要です。そのため、金融商品の取り扱いは全て自己責任でお願いします。
さて、そのような前置きはひとまず置いといて、アルツハイマー病というものは非常に現代病の一つです。例えば、平均寿命が50歳という社会においては、アルツハイマー病のことを心配する人はほとんどいません。なぜならば、ほとんどの人がアルツハイマー病にかかる前に死んでいるからです。これは同じようにして癌の問題についても同じことで、平均寿命が高くなることによって、その死因の第一位に、まず癌が来る、もしくは高齢化することによってアルツハイマー病にかかる人が増えるといった問題が出ます。平均寿命が50歳代であれば、癌にかかって死ぬ人よりもそれ以外になって死ぬ人の方がはるかに多いという問題が起きます。同じようにして、医学の発達により、その死因というものは時代時代に変わってきました。抗生物質のできる前とできた後ではその死因において大きな変化があったわけですが、同じようにして現在も医学が発展することにより平均寿命が伸びて、そのために心配しなければいけない病気というものも大きく変わってきました。その中においてもアルツハイマー病はいわゆる寿命が伸びれば伸びるほど心配の種になってくる病気です。世界全体を見れば人間の寿命というものは伸びる傾向にあります。もちろんそこには限界があって100歳以上の人も増えてはいるものの、やはり100歳以上を超えるとそこには大きな人間の寿命の壁というものが存在します。人間の生態的な限界として言われているのが120歳ですが、だんだんとそれに向かって近づいているというのも事実です。そして高齢化社会が到来するというのは何も日本だけに限った現象ではありません。例えばお隣の中国においても一人っ子政策などによって人口を抑制しようという時期があったわけですが、人口は現在12億人、その10億人の人口にしても高齢化社会に向かって突き進んでいます。そしてアメリカにおいても、そしてヨーロッパにおいても同じようにして寿命が伸び、それによって高齢者の人口というものは自然と増えるようになっています。アルツハイマー病の患者は増加傾向ですが、その根本的な治療薬というものは現在のところ存在しません。そのため現在の治療薬というのはあくまでも症状を抑える、症状が進行するのを抑えるという薬です。今回エーザイとアメリカの会社が作った薬が従来のものと一体何が違うのかといえば、それは症状に対するアプローチが違います。これまでの薬というのは神経伝達物質のアセチルコリンという物質が減少しているというこの現象に対して、そのアセチルコリンというものが減らないようにしようというふうな考え方をして薬が作られていました。一方、今回の新薬というのはそうしたアセチルコリンに対する効果というものではなく、脳内のタンパク質アミロイド β というものに注目して、そこに作用する薬を作ろう。その結果としてアルツハイマー病に対する症状を緩和しようというふうに全く違うアプローチになっています。これの一体何が良いかといえば、それは薬の効果というものが個人差が非常に多いために、これまであった薬では全然効かなかったという人でも全く違うところに作用するわけですから、これまでの薬では効かなかったけれど、次の薬だったら効くかもしれないという具合にして、これまで薬の効果を期待できなかった人にも新たな希望が生まれることです。また、今回注目されているタンパク質アミロイド β に関する薬というのが、初めて効果が期待できるということになって、同種の薬の開発が促進されるという面があります。これまで数々の製薬メーカーが挑戦してきて失敗してきた。だからこの方式でのアプローチは間違っているんだという具合にして開発が途絶するのではなく、一つの成功例が出ることによってこの方式で薬を作ることは間違っていなかったんだというふうになれば、後続の薬が生まれる可能性は十分生まれるわけです。そして一つの薬が出れば当然のようにしてその薬を見習って同じような薬が出てくるものです。もちろんそこには特許を回避したような形にはなるとは思いますが、少なくともそのような競争が発生することによって医学がまた進歩していくというのも事実です。全く治療薬がない時代から少しずつ選べるような時代へと進んでいくというのは非常に良い知らせだと私は思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録&高評価ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。